レッスン81、公園を歩く。こんにちは、アンナ。今日の調子はどうですか？よくやってるよ。聞いてくれてありがとう。あなたはどう？私も元気です。ねえ、公園に散歩に行ったことある？ええ、私は持っています。私は公園を散歩するのが大好きです。とても平和です。私も。私は新鮮な空気が好きで、木々や花を見るのが好きです。ええ、運動にもいい方法です。公園を散歩すると、いつも元気が出ます。それは本当です。さらに、犬を連れて芝生で遊ばせることができます。はい、彼らはそれが大好きです。また、ピクニックをして景色を楽しむこともできます。絶対に。近いうちに公園を散歩するつもりだ。素晴らしいアイデアのようですね。やってみよう。レッスン82、水泳は好きですか？ねえ、アンナ、泳ぐのは好きですか？もちろん。特に夏には。あなたはどう？こっちも一緒。暑い日にプールに飛び込むのが大好きです。すがすがすがしいですね。さらに、クールダウンにも最適です。絶対に。そして、クールな水着も見せびらかすことができます。ええ、それはいつもプラスです。しかし、日焼け止めを忘れないでください。やけどしたくない。良い点です。ファンキーな日焼け止めのデザインをつけて楽しくすることもできるかもしれません。それは素晴らしいアイデアです。講談大会も開催できます。はい、また、ダイビングボードからクールなダイビングをすることもできます。俺も仲間に入れてくれ。プールで夏を楽しむ準備はできています。私も、実現させましょレッスン83、旅行用の荷物の運搬。う。ねえ、アンナ、来週の旅行にワクワクしてる？はい、待ちきれません。でも、荷物を全部運ぶのが待ちきれません。ああ、心配しないで。運ぶのを手伝うよ。本当に？あなたはとても優しい。しかし、あなたの荷物はどうですか？ああ、私なら何とかできる。私は人間のパックラバみたい。は、間違いありません。でもマジで、持っていくものがたくさんある。心配はいりません。解決します。すべてを運ぶのに役立つトロリーやカートを持参できるかもしれません。それはいい考えだ。または、すべての服を一度に着て、荷物のスペースを節約することもできます。それが現実的な解決策だとは思いませんが、間違いなく面白い光景になるでしょええ、私たちがペンギンのように空港を歩き回っているところを想像してみてくだう。さい。または、空港スタッフに代わりに運んでもらうこともできます。きっと彼らは気にしないでしょそのアイデアでそれを推し進めているかもしれないと思うよ。ジョンでも荷物を運ぶのを手伝ってくれてありがとう。あなたは最高です。う。全く問題ありません。スーツケースに誤って像を詰め込まないようにしましょ第84課、私の新車を見たことがありますか？う。ねえ、アンナ、私の新しい車を見たことがありますか？いいえ、していません。どんな車を手に入れましたか？おしゃれなスポーツカーを手に入れました。
とてもクールで早いです。うわ、それは素晴らしいですね。試してみてもいいですか？もちろん。ただし、注意してください。強力なマシンです。心配しないで、おばあちゃんみたいに運転するよ。それで、どんな色を手に入れましたか？明るいオレンジ色で手に入れました。車輪の上の大きなオレンジのスライスのようなものです。はわ、すごい。ただし、建設車両と間違われる可能性があるので注意してください。ねえ、少なくとも私は一番スタイリッシュな建設車両になるよ。そして一番すごいのは、カラオケマシンが内蔵されていることです。本当に？すごくかっこいい。ロードトリップに行って、心を込めて歌うべきだ。はい、また、スナックやドリンクがいっぱい入ったクーラーも持参できます。計画みたいだね。でも、スイートキャロライン以外の曲をリピートで演奏してもらえますか？はわ、確かに。お気に入りの曲のプレイリストを作ってみましょう。そして、新しいオレンジのスライスオンホイールでスタイリッシュにクルージングします。レッスン85、新しいショッピングモールでのショッピング。ねえ、アンナ、オープンしたばかりの新しいショッピングモールに行ったことはありますか？いいえ、していません。何かいいことある？ああ、すごい。たくさんのお店やレストランがあります。うわ、それは買い物中毒の楽園のようですね。わかってるでしょう。そして最高なのは、100種類のフレーバーを販売するアイスクリームショップがあることです。黙れ。私たちはそこに行かなければなりません。間違いなく。しかし、ショッピングモールで迷子にならないように注意する必要があります。そこは迷路のようです。トム・ハンクスの映画に出てくる人たちのようには住みたくありません。はわ、それは極端だと思います。ただし、万が一の場合に備えて、地図または GPS を持参する必要があります。いい考えだ。それと、お揃いの服を着て、群衆の中でお互いを見つけることができるかもしれません。あるいは、トランシーバーを耳につけて、シークレットエージェントのふりをすることもできます。はわ、私はあなたの考え方が好きです。しかし、私たちがそこに行く本当の理由を忘れないようにしましょう。合意。落ちるまで買い物をするためです。買い物をした後は、巨大なプレッツェルや巨大なソーダで自分にご褒美をあげるのもいいかもしれません。はい、やってみましょう。ただし、モールで永遠に迷子にならないことを約束した場合に限ります。レッスン86、スーパーマーケットでの大幅な割引。ねえ、アンナ、スーパーでの大幅な割引について聞いたことがありますか？いいえ、どんな割引ですか？彼らはすべてを 50% オフで販売しています。何、馬鹿げてる。私たちは今そこに行かなければなりません。知ってますよね。しかし、私たちは戦略的でなければなりません。私たちは計画を立て、それに固執する必要があります。良い点です。では、何を得る必要があるのでしょうか？さて、私たちは間違いなくトイレットペーパーとペーパータオルを買いだめする必要があります。それらは常に不可欠です。そして、スナックやドリンクも忘れられません。もちろんそうではありません。また、豪華なディナーには、おしゃれなチーズとワインも用意する必要があります。ああ、それは素晴らしいアイデアのようですね。しかし、予算を忘れないでください。使いすぎはしたくありません。心配しないで、私がカバーします。
電卓を持ってきて、行き過ぎないようにします。はは、あなたはとてもオタクです。でも感謝するよ。その月の残りの期間、パンと水で生活する余裕はありません。合意。また、買い物をしながら楽しむこともできます。カートレースやスカベンジャーハントをすることができます。はは、それは素晴らしいことのように聞こえます。でも店から追い出されないようにね。約束はありません。しかし、この大きな割引セールでは、必要なものをすべて手に入れることができ、それ以上も確実に手に入れることができます。レッスン87、スキーをしたことはありますか？ねえ、アンナ、以前にスキーをしたことはありますか？いいえ、していません。なぜ聞くの？さて、一緒に山にスキーに行こうと思っていました。頭がおかしいの？そこは凍えるほど寒い。そこがポイントです。雪の中で身を包んで楽しむことができます。わからないけど、風のファンだったことはない。それに、5秒おきに転んで恥ずかしい思いをしたくありません。心配しないで、教えてあげる。そして、転ぶのも楽しみの一部です。それでゲームを作ることができます。はは、それは楽しいかもしれないと思います。しかし、スキー用品はどうですか？あれは高価です。心配しないで、人脈はあるプロのスキーヤーであるいとこからギアを借りることができます。うわ、それは印象的です。しかし、実際のスキーはどうですか？教訓とか必要ないの？いや、早速やってみるよ。現実のビデオゲームのようになります。はは、それも一つの見方だと思います。でももし道に迷ったらどうする？道に迷わないよ、地図があるから。万が一、すべてが失敗したら、雪の砦を作って救助を待つしかありません。はは、それは堅実な計画のようですね。よし、参加します。ゲレンデに出よう。はい、その後、暖炉のそばでウォームアップして、マシュマロをたっぷり使ったホットチョコレートを食べます。今、あなたは私の言語を話している。やってみよう。レッスン88、私の電話を見たことがありますか？ねえ、アンナ、私の電話見た。いいえ、していません。またなくしたの？そう思います。少し前に持っていましたが、今ではどこにも見つかりません。ポケットはチェックしたかい？もちろんやった。私がそんなにぼんやりしていると思う。さて、今週5回ほど携帯電話を紛失しました。さて、結構です。でも今回は本当に負けてしまいました。上司を仕事に呼ぶのに必要です。それは良くない。でも心配しないで、見つけることができます。どうやって追跡ソフトウェアはインストールされていません。電話をかけてみて、鳴るかどうかを確認できます。ああ、そうだね。いい考えだ、やってみよう。何もない。ボイスメールに直接送られます。それは奇妙です。バッテリーが切れたのかもしれません。それは可能です。しかし、それが私のポケットから落ちて他の誰かがそれを見つけたら？じゃあ俺たちは運が悪いんだ。しかし、そのことは考えないでください。
あなたの歩みをたどって、それを見つけることができるかどうかを確認する必要があります。しかし、道に迷って電話も切れたらどうなるでしょうか。それではめちゃくちゃです。しかし、少なくとも私たちはお互いを仲間として持つでしょう。それは本当です。モールス信号や円信号で通信してみるのもいいかもしれません。あなたはとてもオタクです。しかし、私はあなたの精神が好きです。その電話を探しに行こう。レッスン89、イギリス訪問の計画。やあ、アンナ、イギリスに行ったことある？いいえ、していません。なぜ聞くの？さて、そこを訪問する計画を立てるべきだと思っていました。昔からお城を見たり、フィッシュ&チップスを食べてみたいと思っていました。ああ、楽しそうですね。しかし、天気はどうですか？イギリスではいつも雨が降っていると聞きました。それは単なる神話です。また、レインコートやブーツを持参して最大限に活用することもできます。さて、私はあなたを信頼しています。しかし、言葉の壁についてはどうでしょうか？イギリスのスラングは知らない。心配しないで、教えてあげる。ありがとうの代わりに乾杯、バスルームの代わりにトイレということを忘れないでください。ああ、それは十分簡単です。しかし、通貨の為替レートはどうですか？使いすぎはしたくありません。それは良い点です。でも、私にはロンドンに住んでいる友人がいて、彼女は私たちを案内してくれて、お金を節約する方法についていくつかのヒントを教えてくれます。彼女はとても親切です。しかし、交通機関はどうですか？レンタカーを借りるか、電車に乗る必要がありますか？電車に乗ることができます。安くて便利です。また、2階建てバスに乗って、ハリー・ポッターの映画に出演しているふりをすることもできます。あなたの熱意が好きです。しかし、道に迷ったり、電車に乗り遅れたりした場合はどうなりますか？その後、街を探索して冒険に出かけましょう。また、いつでも道順を尋ねたり、Google マップを使用したりできます。さて、もう売れました。この旅を計画して、忘れられない思い出を作ってみましょう。乾杯。そして、レインコートを詰めてイギリスなまりの練習をすることを忘れないでください。レッスン90、素敵なホテルでの朝食。おはようアナ。よく眠れた？はい、やりました。このホテルのベッドはとても快適です。あなたはどう？こっちも同じ。そして、私は朝食にとても興奮しています。ここには素晴らしいビュッフェがあると聞きました。そうそう、私も。お腹が空いてるよ。行こう。うわぁ、これはすごいですね。どこから始めましょうか？わからない。たくさんの選択肢があります。ベーコンとエッグ、それともクロワッサンとジャム？なぜ両方じゃないの？そして、コーヒーを忘れないでください。一日を始めるにはカフェインが必要です。いい考えだ。ほら、ワッフルやパンケーキもあります。そのうちのいくつかは間違いなく手に入ります。そして、フルーツとヨーグルトはどうですか？朝食のバランスを取る必要がある。はい、その通りです。炭水化物と砂糖だけを食べることはできません。果物も食べましょう。このベーコンはとてもカリカリで美味しいです。そして、これらのクロワッサンはとてもフレーク状でバターっぽいです。パリにいるような気がします。
私たちが人里離れた場所にあるホテルにいることを除いて。しかし、誰が気にする？この朝食はそれだけの価値がある。間違いなく。ほら、ヌテラもありますよ。ワッフルに塗ります。ああ、どうなっているかわかります。ホテルを出る前にシュガーラッシュが始まるよ。ねえ、私を判断しないで。バケーションモードです。カロリーはカウントされません。結構だ。朝食を済ませてから街を散策しましょう。もしかしたらランチに別の素晴らしいレストランが見つかるかもしれません。計画みたいだね。そして、明日は朝食にここに戻ってもいいよ。スモークサーモンとクリームチーズのベーグルを試してみたいです。さて、それをリストに追加しましょう。しかし、その前に、この素晴らしい朝食を終えましょう。乾杯。レッスン91、どこに行くのか知っていますか？ねえ、アンナ、どこに行くか知ってる？そう思う。このトレイルをたどって山の頂上まで行けばいいんだよね。まあ、よくわかりません。地図とコンパスを確認させてください。コンパスの用途は？地図だけは使えないの？コンパスは私たちが方向を決めるのに役立ちます。北に行かないといけないからどこにあるか確認させて。ああ、なるほど。そして、コンパスはどのように機能しますか？さて、それは北極を指す磁石です。あとは地図をコンパスの位置に合わせて方向をたどるだけです。うわ、かっこいい。私はそれを知りませんでした。ハイキング中に持っておくと便利なツールです。さて、見てみましょう。ここで左折して、約 0.5 マイル直進する必要があります。わかった。迷子になったり、コンパスが壊れたりしたらどうしますか？ご安心ください。バックアッププランがあります。太陽を使って方向を決めることもできます。太陽。その仕組みは？さて、北半球では、太陽は東から昇り、西に沈みます。ですから、今いつで太陽がどこにあるかがわかれば、方向がわかります。ああ、なるほど。ジョン、あなたはハイキングの知識が豊富だ。頑張ります。しかし、今日は太陽を使う必要がないことを願いましょう。曇っていて、見えないかもしれません。とりあえずコンパスと地図を使いましょう。そして、もし道に迷っても、本能に従い、最善の結果を願うだけです。それが精神だ。これからもこの美しい山のハイキングを楽しみましょう。合意。そして、これを乗り切れば、次回はバンジージャンプに挑戦できるかもしれません。自分より先に進まないようにしましょう。一度に一つの冒険を。レッスン92、友達への誕生日プレゼントを選ぶ。やあアンナ、ジェシカの誕生日に何を贈るか考えた？いえ、まだ考え中です。何かアイデアはありますか？さて、彼女は何が好きですか？彼女は化粧が好きだが、何を買えばいいのかわからない。ピエロの花はどう？彼女のメイクアップコレクションに加えても楽しいかもしれません。ジョン、馬鹿げてる。彼女はピエロじゃない。OK、
高品質の化粧ブラシはいかがですか？メイクアップ愛好家には欠かせないものだと聞きました。それはいい考えです。どこにあるか知っていますか？ええ、通りの向こうにあらゆる種類のブラシを売っている化粧品店があります。調べに行きましょう。よし、やってみよう。それと、彼女のお気に入りの衣料品店へのギフトカードを送ることもできますか？もちろん、それもいい考えのように思えます。そして、他のすべてが失敗した場合でも、いつでも顔が描かれたじゃがいもを手に入れることができます。最近はそれらが大流行していると聞きました。ジョン、本気なの？もちろん違います。気分を明るくしようとしてるだけだよ。でも真剣に、彼女が実際に好きになるものを手に入れることに集中しましょう。合意。助けてくれてありがとう。ジョン、あなたは素晴らしい友達です。いつでもね、アンナ。そして誰が知っている、来年は彼女に本物のピエロの花を手に入れることができるかもしれない。レッスン93、本を探す。ねえ、アンナ、何を読んでるの？棚で見つけたこの本だけ。おしゃべりする犬が冒険に出かけるという話です。しゃべる犬？それは面白そうですね。ええ、それはかなり面白いです。終わったら借りようか？もちろん、そうしたいです。ところで、私が読んでいたミステリー小説を見たことがありますか？そうは思いません。どこに置き忘れたの？コーヒーテーブルに置き忘れたと思いますが、もうありません。本棚を確認しましたか？ええ、私もそこを見ました。多分、誤って図書館に置き忘れたのかもしれません。それとも、しゃべる犬が盗んだのかもしれません。歯は、とても面白いです。でもマジで、その本を探さなきゃ。もうすぐ戻る予定です。さて、考えてみましょう。ソファの下にあるかも？いい考えだ。いいえ、そこではありません。キッチンカウンターはいかがですか？時々物をそこに置いておきます。いいえ、そこでもありません。さて、考えられるすべての場所を検索しました。多分今こそ諦めて、謎は決して解決されないことを受け入れる時です。アンナ、馬鹿げてはいけない。ただの本です。車と寝室をもう一度チェックします。わかった。でも見つからないならアイスクリームを一杯貸してくれ。ディール。本をなくすことがこんなに楽しいことを誰が知っていましたか？レッスン94、コンサートのチケット購入。やあアンナ、私たちが行きたいコンサートのチケットを買うためにウェブサイトをチェックしたことはありますか？いいえ、まだです。何か提案はありますか？ええ、私の友人はロッキンチケットというウェブサイトを勧めてくれました。彼は彼らが最高の価格と品揃えを持っていると言いました。ロッキンチケット？それはロックコンサート専用のウェブサイトのように聞こえます。ポップスターを見たい場合はどうしますか？良い点です。代わりに、ポップスターティックスやコンサートセントラルをチェックした方がいいかもしれません。コンサートセントラルは良さそうですね。やってみましょう。さて、調べてみます。
ああ、彼らはたくさんの異なるジャンルから選ぶことができます。ほら、VIP パッケージもあります。おっと、これらの価格は非常識です。通常のチケットにこだわる必要があると思います。まだ正確には VIP ステータスにはなっていません。でも、普通のチケットでもきっと楽しめますよ。合意。では、チケットを今すぐ予約すべきでしょうか。売り切れる前にやってみましょう。完了しました。私たちは公式にコンサートに参加しています。ジョン、あなたと夜通し踊るのが待ちきれません。こっちも同じ。アンナ、そして、もしかしたら、新しいお気に入りのバンドが見つかるかもしれません。レッスン95、今夜の夕食は何を作りたいですか？それで、今夜の夕食は何を作りたいですか？よくわかりません。何か渇望はありますか？そうでもないスパゲッティみたいな簡単なものを作れるかも。確かに、それは良さそうです。パスタとソースを食べましょう。ミートボールもどうですか？いつもスパゲッティによく合います。素晴らしいですね。肉売り場に行きましょう。自分たちでミートボールを作ってみませんか？そうすれば、好きなように味付けすることができます。私はあなたの考え方が好きです。ミートボールをつなぎ合わせるにはこれが必要です。野菜も食べよう。スパゲッティに合うサラダが作れます。いい考えだ。そして、スパゲッティに合うガーリックブレッドを作ってみませんか？パスタを調理する間、オーブンに入れるだけです。パーフェクト。美味しい夕食に必要なものがすべて揃っているようです。合意。しかし、ただ一つだけ。デザートは忘れられません。もちろんそうではありません。何を考えていますか？ブラウニーを作ってみませんか？ベーキング通路にミックスがあるのを見ました。計画みたいだね。取りに行きましょよし、準備は万端だ。チェックアウトに行きましょう。待って、パスタ用のパルメザンチーズを忘れてしまいました。いいキャッチだ。ジョン、行く前に取っておきましょう。さて、これで準備は万端です。早速料理しに行こレッスン96、私と一緒にバドミントンをしませんか？う。ねえ、アンナ、私と一緒にバドミントンをしませんか？確かに、しばらくプレイしていません。やってみよう。素晴らしい。あそこのコートを借りることができます。このラケットはちょっと古そうだ。自分で持ってくるべきだと思う。アンナ、自分のバドミントンラケットを持ってる？いいえ、でも私のいとこはそうします。彼女はプロです。よし、じゃあこのラケットを壊さないことを願いましょう。そして、私たちの素晴らしいスキルでそれを補う必要があります。私はあなたの考え方が好きよ、ジョン。よし、始めましょう。準備はいいか？いつでも準備完了。さあ行こう。そうそう、あれを見て。悪くない、悪くない。
しかし、これに対処できますか？うわぁ、危なかった。まだ持ってるよ、アンナ。もちろんそうします。私は生まれつきバドミントンラケットを片手にしていました。疑う余地はありません。さて、プレーを続けて、誰がトップになるか見てみましょ出番だよ、ジョン。これをやってみよう。レッスン97、ランチに行く場所。ねえ、アンナ、今日のお昼はどんな感じ？よくわかりません。何を考えていますか？さて、通りに新しい寿司屋があります。調べてみるよ。寿司？わからない。ジョン製の魚は好きじゃないんだ。よし、まあまあね。メインストリートのハンバーガージョイントを試してみませんか？いいですね。ハンバーガーなら絶対いけるよ。素晴らしい。でも待って、前回ハンバーガーが脂っこいって言ってなかったっけ？ジョン、あなたにはすべてが脂っこいの。OK、そこに連れて行ってくれた。でも妥協して、先週見たサラダ屋を試してみるのはどうですか？美味しいサラダが大好きです。でも、鶏肉とか、もう少しボリュームのあるものはありますか？ええ、あらゆる種類のトッピングとタンパク質を追加できます。そして、彼らのドレッシングは素晴らしいです。よし、やってみよう。今、サラダを食べたい気分だよ。パーフェクト、私たちは2人とも自分たちの選択に満足すると思います。さらに、しばらくの間は健康なふりをすることができます。まさに、生活に緑を取りに行きましょう。レッスン98、この水族館公園は素晴らしいです。うわ、アナ。この水族館公園は素晴らしいです。知ってますよね。今日ここに来ることに決めてよかったです。色とりどりの魚が泳いでいるのを見てください。彼らはとても魅惑的です。そして、あそこのウミガメをチェックしてください。彼らはとても大きくて雄大です。ねえ、サメの水槽を見たことがありますか？まだです。本当にサメの近くに行っても大丈夫なの？もちろんです。彼らは厚いガラスの壁の後ろにいます。私たちは完全に安全です。ああ、よかった。ちょっとそこが怖くなってきた。心配しないで、アンナ。大きくて悪いサメからあなたを守ってあげる。きっとそうするでしょう。ねえ、あそこのタッチタンクを見に行こう。ああ、いい考えだ。人手を触ってみたい。わかりました。でも、前回行った水族館でぬるぬるしたうなぎに触った時のようにびっくりしないようにしてください。思い出させないで。あれは嫌だった。でも今度は勇敢にやるって約束するよ。私はあなたを信じているわ。ジョン。海の生き物たちと触れ合おう。レッスン99、プロジェクトステータスの報告。アンナ、このプロジェクトがこんなに遅れているなんて信じられない。追いつくには残業しなくてはいけない。わかってる。本当にイライラするよ。
でも心配しないで、私たちがやり遂げます。ただ、これを上司にどう説明するのか心配です。彼はその遅れに満足しないだろう。今朝仕事に行く途中で野生の狼の群れを撃退しなきゃいけないと彼に伝えてくれ。それはいい言い訳だよね。それが飛ぶかどうかはわかりません。でも、月が逆行しているのか何かのせいにしてもいいかもしれません。そうそう、それは古典的な言い訳です。私たちの上司はきっと完全に理解してくれるでしょう。さて、正直に言って、プロジェクトが予想よりも時間がかかっていることを彼に伝えるべきかもしれません。そして、失われた時間を埋め合わせるために一生懸命働くことを約束します。誠実さは常に最善の方針です。そして、たとえ予定より少し時間がかかっても、プロジェクトを正しく完了させるための私たちの献身的な取り組みを上司はきっと評価してくれるでしょう。あなたはいつも私が気分を良くするために何を言うべきか知っています。そのためにここにいるんだ、ジョンさん。仕事に戻って、このプロジェクトを成功させましょう。レッスン100、またディズニーランドに戻ってきました。別のミッキーマウスの帽子に戻ったなんて信じられない。ここに来たのは今何回目ですか？これで10回目だと思います。新しいものが必要でした。でも誰が数えてるの？でも真面目な話、常に新しいショーやパレードが見られるし、その雰囲気はとても不思議です。私はそう思います。なぜなら、同じ乗り物やアトラクションにどうしてこんなにワクワクできるのかわからないからです。やめて、ジョン。ここにはいつも何か新しくてエキサイティングな発見があります。私はそう思います。なぜなら、同じ乗り物やアトラクションにどうしてこんなにワクワクできるのかわからないからです。やめて、ジョン。ここにはいつも何か新しくてエキサイティングな発見があります。正直に言うと、ここでみんながとても幸せで気楽なのを見るのはとても素晴らしいことです。そして、ポップコーンと綿菓子の香りがいつも私を魅了します。ほら、あなたが来るって知ってた。そして、今日は新しいお気に入りの乗り物やショーが見つかるかもしれません。またティーカップじゃない限りね、前回からまだ回復途中だと思います。心配しないで、気楽にやるよ。さあ、ネズミの耳をつけて楽しんでみましょう。いいねして購読してください。そして、私たちのチャンネルからもっと動画を見てください。